こんにちは、アルシチャンネルです。今回は、生きる世界はあなたが決めていい。著者は天宮麗香さん。代々続く霊能者の家系に生まれ、現在では企業経営者などを中心にカウンセリングを行っています。早速見ていきましょう。あなたの長所はどこですか？短所はどこでしょう？どちらを前に出していますか？どちらも前に出していますか？多くの人は長所を出したい、長所を見てもらいたいと願っています。でも短所も魅力の一つと思えたら、あなたの輝きはもっと強くなります。あなたがあなたらしくあることで、あなたのオーラはさらに輝きます。そのオーラを感じることで共鳴し、感じた人の人生も輝き始めます。すべての人は深いところでそれを知っているために、オーラのある人のもとに人が集まるのです。あなたが自分の短所を愛すること、それを前に出すことを恐れないこと。短所を出すことでそこが磨かれます。それこそがまさにあなたの本質です。人はそうやって生きていきたいものなのです。自分の何かを抑えようとすると、いいところまで抑えることになってしまいます。なんてもったいないことでしょう。はっきりものを言ってしまう。不愛想。あなたが短所だと思い込んでいるところは、ひっくり返すと長所になり、愛すべき最大の魅力となることもあるかもしれません。何かを言われたとき、頭が固まって動かなくなる。そんな経験はありませんか？体が硬直し、怒りのエネルギーが湧いてきます。私は 100% 悪くない。絶対に私が正しい。それでも私は悪くない。そう言いたくなるとき、どんな気持ちでしょうか？苦しい、怖い、嫌われたくない、できないこと言わないでよ。いろんな言葉が湧いてくるでしょう。頭を固めておかないと自分がなくなるような気持ちになる。認めたくない。認めてしまったら終わり。そうなっているときは、そうなっている自分を感じてみる。ただ感じてみてください。そうすると、不思議と心も体も緩んできます。そして 100% 悪くないということは存在しないことを思い出してください。そうして心を少し緩めたら、今のあなたに必要な気づきが入ってきますから、それを受け取ってみましょう。驚くような気づきが人生を豊かにしてくれます。自分にも何か必ず原因があります。同じ人間とか、同じ人種とか、女性、男性、20代、30代、50代、60代といったように、何かの条件が重なったとき、人は同じと思ってしまいがちです。でも人はそれぞれ違うものです。誰かと一緒にいることが好きな人もいれば、苦手な人もいる。違いを知ったときに、ショックを受けたり、悲しくなったり、自分や相手を責めたりしてしまうことはありませんか？それは自分と同じだと期待しているからです。みんなそれぞれ、みんな違います。だからこそ、その違いを明確化することで、パズルのピースのように一枚の絵が出来上がるのです。違いを面白がってみる。愛おしいと思ってみる。そうすることで世界は広がっていきます。お互いを知り、違いを認めて、許し、尊敬し合えたら、あなたの人生も繁栄していくようにできています。別れとは本来存在しません。何をもって別れというのでしょうか？合わないことが別れでしょうか？
どちらかが先に死ぬことがわかるでしょうか。思い出せばそこにその存在は現れています。いつだって会える、感じられる、別れはない。そうは言っても別れを感じ、それを辛いと感じるときには、新しい出会いがもう目の前にやってきて、その出会いのために別れという出来事が来ていると感じてみてください。イメージは人生を作り出します。一見マイナスに見えるような別れも、見立てを変えるとプラスに見えるもの。そうすることで今の心が楽になり、見えなかったものが見えてきたり、聞こえなかったものが聞こえてきたりして、より自分らしい人生となっていくでしょう。まず自分のことを考えましょう。自分に愛を送るのです。その上で利他精神で生きる。それが本当の意味での利他なのです。自分が意図したものが見えています。犬を飼い始めた途端、世の中にたくさんの犬が散歩を始めます。赤い車を買いたいと思った途端、世の中にたくさんの赤い車が走り始めます。人はアンテナを立てたものが見えるようになっています。同じ道を歩いていても、レストランばかり見えている人もいれば、病院ばかり見えている人、ラーメン屋さんばかり見えている人もいます。人はたくさんの情報から自分に必要なものを選んで手に入れているので、自分が何を意図するかによって見えるものは変わってきます。当然、出会う人も変わってきます。私は絶対にうまくいくと思っていれば、そのような情報がたくさん入ってきます。何を持っているか、どんなことを信条として持っているか、その証拠集めがあなたの現実の中で行われているだけなのです。愛されようとすると相手ばかりに意識がいって自分が見えなくなります。本来見るべきは自分自身です。相手を通して自分を見る。仕事を通して、また恋愛を通して自分を見るのです。見えてくるのは自分でしかありません。相手を見ていると、実は相手とはそもそも見えないものなので、不安の中に入っていってしまいます。親に愛されるにはどうしたらいいんだろう。パートナーに愛されるにはどうしたらいいんだろう。それらは幻想で、すべては自分自身との関係の表れです。ですから、それらを手放したとき、自分とつながり、自分が満たされ、自分の人生を生きていけるのです。だからこそ、見るべきは自分です。自分の感覚を感じてみましょう。今どう感じているのか、今自分は何を言いたいのか、どうしたいのか。自己一致をさせることで、心も体も軽くなります。お金という言葉を聞いて、パッと浮かんでくるものが、あなたのお金に対する思い込みです。不安や心配とつなげているか、安心や喜びとつなげているかによって、お金が連れてきてくれるものが決まります。お金の話をするのははしたないこと。そんな固定概念がお金への重たい思考を作り上げてしまいます。その重さに押しつぶされて、自由にお金に触れられなくなってしまっているのです。お金は減るもの。お金は苦労して稼ぐもの。このようにお金に対して持っている思いは、その通りの現実を作っていきます。お金を稼いでいないと価値がない。楽しんで稼ぐのは無理。そう思い込んでいるあなたは、その現実を引き寄せているでしょう。これからの時代は、楽しんでいる人に
お金が詰まってきます。楽しんでというのは心も体も軽い状態ということです。稼いでいる人とそうでない人を分けたり、そこに優劣をつけていると、自分に強烈なプレッシャーを与えていることになります。過度なプレッシャーは過剰な刺激になって、身動きが取れなくなってしまいます。私と長い付き合いのお客様は、性格や学歴、見た目やスタイルも全く関係なく、みんなお金持ちになっていきました。ただ自分を認めて、自分を生かして、やりたいことを思う存分やっただけ。夢中は努力に勝ります。今ここにある好奇心に夢中になっていたら、願っているものはどんどん手に入ります。夢を叶えるのも邪魔をするのも結局は自分自身なのです。スピリチュアルが好きな人が陥りがちな落とし穴があります。言葉には言霊があるから、いい言葉を使いましょう。確かにその通りなのですが、人の思いの力は果てしもなくて、念ずれば花開くという言葉があるように、お腹の底で思っていることの方が現実化してしまいます。ありがとうと言葉で言ってみても、お腹の底で煮え切れない思いがあったり、納得していなかったりすると、それが現実化してしまうのです。どうせ無理でしょう。どうせ儲からないでしょう。どうせと思っていると、どうせの後ろの思いが叶います。それくらい心の中で思っていること、信じていることには巨大なパワーがあるのです。生まれてから今日までいろんな人が教えてくれた信じていることは生きる上での基盤になっています。例えば、お金持ちになったら奪われる。有名になったら問題がたくさん起こる。なかなか自分の願いは叶わないな、と思うことがあったら、本当は何をどう信じているか、自分の内側を覗いてみてください。どうせの後、自分がどう思っているかを見ると、叶わない理由がわかります。終わりに、肉体を持ち、この世を生きることは、壮大なゲームのようなものです。どう生きてもいい。人は自由なのです。人生は自分と出会う旅です。すべては自分を追い求めるためのものです。あなたが誰なのか、それを知ることが幸せに生きるヒントです。あなたはあなたとしてしか生きられないのです。他人を通して自分を見る。いろいろなものを通して自分を感じながら、自分を受け入れながら、終わらない旅を続けていくのです。100人の集合写真でも一番初めに見つけるのはきっと自分です。あなたは本当は自分が大好きで自分を知りたいのです。大好きだからこそ大嫌いにもなる。自分と関係のない人にそんな感情は湧きません。困った時や行き詰まった時、暗闇の中に一人落ちてしまったような、そんな気持ちになった時は、この本があなたの支えになればとても嬉しく思います。あなたがあなたであることを許してみてください。